はい、じゃあ、この辺でね、形の配置というか、肩、胸、お腹、腰、膝、かかと配置は大体書いたんですけれども、パッと見てどうでしょう。結構薄っぺらいですよね。つまり、奥の方と手前の方とほとんど強弱、タッチに強弱をつけていないので、線の強さというか濃さが一定なんですよね。遠くの頭、それよりも手前の手、そしてもっと手前の膝、そしてもっと手前のかかとというか靴ですね。で、靴はほとんど手を入れてないせいで、より弱いというか引っ込んで見えている。こんな風にある程度形配置をこう捉えるところまで来たら、この辺で少しね前後関係を意識したタッチの強弱を入れていってみましょう。ちょっと全体が強いので一旦このガーゼを使って撫でてみますね。といっても今回これはコンテを使っているので、木炭とか鉛筆とかに比べるとそんなにトーンが落ちないというか鈍くならない。コンテあんまり消えない画材なんでね、この程度ですけれども、ちょっと撫でてみました。ここから手前を意識的に強く強調して、前に出て見えるというか、一番基準になるのは自分から一番近い靴なので、ここから後ろへ、形をね作っていこうと思います。と同時に、形の狂いというかね、プロポーションの狂い、気づいたところは直していこうと思うんですけど、実際のプロポーションに比べてちょっと縦長だったかな。縦横の比率を見ると少し細長くなっちゃったような感じがするので、その辺も意識しながら、手前からね、この辺から行ってみましょうかね。手前から行ってみましょう。まずね、結構ポイントになるのがこのスカートのエッジですね。例えばこの少しなんて言うんでしょう、ウェーブがかっているこの角、この辺、一番自分に近いのはここかな、この辺、すごくね鋭く切り立ったエッジというか、飛び出ている部分、これだとくるぶしと同等くらいスカートのこの切り口先端は前に飛び出ているので、ここはねちょっと強調するくらいに強くタッチもはっきりと、例えばこんな感じで強い調子をつけてみます。どうですか？これだけでもだいぶ前に出てきた感じがするでしょう。でそれに対して膝ですね。さっきね何度も丸々丸と膝の位置って言って書きましたけれども、実際はそんな丸々丸ってわけじゃないので、膝の左サイド、光と影の境目ですね。例えばこの辺がこの日向と日陰を分けている、そういう、両線になると思うんですけれども、その両線少し強調しておきます。この辺ですね。でここは正面向き、下に垂れている布、正面を向いている布で、ここはもう側面ですね。影になっている日陰部分、ざっとですね調子をつけてみます。どうでしょうか。こんな風にですね調子をつけることによって何が起きるかというと、バッグとの距離感が近づきます。線だけで取った形をですね、線だけで取った状態に比べて、こうやって中を塗ると面でこうやって調子をつけるとですね、当たりが弱くなります。線だけだと結構強いんですけれども弱くなります。で、手前強調しつつ形もちょっと見直していきましょう。スカートの形はこれさっきのポーズの時に比べて少し布の垂れ方が変わってたりするんですけど、布のシワに限らず毎回ポーズごとに微妙に指の位置が変わるとか、そういうことって実際普通にあると思うんですね。でそういった時にどうしたらいいんですかって聞かれたりするんですけど、どっちでもいいです。前回の形が美しければそれを利用してそのまま描き進めるし、今回新たに変わっていた形の方がいい形であればそれをまた利用して、つまり描き直していきます。そうやってポーズごとにどっちの形が美しいかって比べていい方の形を選択していきます。で私の経験からなんですけれども、大体ね後の
実際にこう変わっちゃった後の形ですねの方がいい形の場合の方が多いかもしれません。つまり先に描いた形よりも後に描いた形の方が構図の形ですね良くなっていることが結構多いと思います。なんなんでしょうね。見る側が慣れてくるんだと思います。いい形を抽出するその基準ができてくるっていうか、どういう理由かわかんないですけれども、変わったら、どちらかを選んで好きな方を選んでそれで描いていくと。で往々にして変わっちゃった後の形に描き直していく方がいいんじゃないでしょうかという感じです。はい、ちょっと手も描き入れてみました。でこれが膝の上の面ですね。スカートの光が当たっている面、上の面で、ここがその頂点というか膝の先端、これが向かって右の先端で、この右サイドちょっとしか見えてないですけれども、左側面と同等な面がこっちの右側にもあるんですね。なので形は薄っぺらいというか、見え方としてはすごい少ないんですけれども、同じだけのものがこっち側にある、忘れずにしっかりと形をね捉えておきましょう。はい、スカート、そして足、はい、くるぶしで靴、正面向いてる靴っていうかね、手前につま先が飛び出てくると非常に描きにくいんですけれども、ポイントはね、かかとの位置です。今回結構ね、このかかとがしっかりしたブーツというか、ブーツじゃないですね、靴履いてますけれども、このね、かかとの形をちゃんと捉えられると結構ね、らしさが出ます。あとこのね、立ち上がっている、なんていうんですかね、このベロの部分ですね。スポーツシューズでもビジネスシューズでも何でもいいんですけど、ここの部分の形、なんていうんでしょう、山形になっているこの部分の形を結構ね、ちゃんと追っかけていくだけで、正面から見てる時の形、リアリティ出てきます。どうしてもこう靴っていう先入観でもって形デザインを見ようとすると、正面からの形描きにくくなるんですけれども、なるべくその潰れて見えている、歪んで見えている形に正直に、あとは描き慣れることですかね。特にハイヒールみたいなかかとがすごくこう何センチも立ち上がってるようなデザインの靴を描くときには、やっぱり見慣れてない、男性だとね、見慣れてない形を描くときってすごくね、難しいんですよね。ですけれども、慣れてくると形もね、結構リアリティを持って追っかけられるようになってくると思います。はい、ちょっと描きにくいですけれども、ここが靴の底の部分ですね、断面のこの厚底みたいな高さの部分になります。でちょっとツヤ感があって光っている、ハイライトのラインがこうくねくねしていると、ぐねぐねしてここら辺に紐があって、紐結んでいて蝶々結びになっていて、で先端が垂れていって先がちょっと尖っている、こんな感じでしょうか。結構今ね、線を強調して描写しています。調子というよりも輪郭線の強さですね。この線を強調しつつ描いていっています。はい、向こうの足も同時に描いていきます。かかとの位置がここに対して結構後ろなんですね。足、ふくらはぎとかから描いていくよりも、終わりどこに設置しているのかっていう、かかとの設置している位置から描き始めるっていうのも、2つの足の位置関係を捉えるのに有効だと思います。こんな感じでかかとの位置がここに比べて向かって左の靴の位置に比べて、だいぶ後ろの方ですね。後ろの方でつま先の位置も結構上の方で、向かって左の靴に比べるとちょっと横から見ている感じの形に見えています。こんな感じでしょうか。で靴の底の厚さは結構厚いと。つま先が持ち上がっていて、その下に影ができている。この影を描くことによってつま先が上がっている感じ強調されますので、見逃さないようにしてください。黒い靴なのでちょっと色をつけながら描いていきますね。はい、こんな感じでシルエットで見るっていうのも一つの有効な手段です。
輪郭線じゃなくてシルエットで描いていくってことですね。はい、こんな感じでどうでしょう。これはこのままここの膝につながる、こっちの足はここの膝につながる。であとですね、私結構好きなのがこのスカートの影がこの足に落ちている、ここにちょっとこうラインが見えてたりするんですけど、これをちゃんと描いてやることによってスカートの先端からこの足までに1センチとか2センチとかちょっと浮いてる感じ、距離がある感じが、この影を描くことだけでこれを描くことによって結構すぐに出ちゃうんですね。なのでこういうのは見逃さないで描いた方が、描きどころというかポイントになります。こちら側の足もここが影になってる、そのシルエットっていうかどんな風に影が足に落ちているのかっていうこの形ですね。これをちゃんと写し取っている、こんな風に、影の形は一旦ねこうやってシルエットをね輪郭でまとめてやるっていうのもいいと思います。こんな風にですね単純化してまとめちゃいます。左足もこんな風にまとめちゃいます。実はここはグラデーションになっているというか明るいくらいの微妙な調子トーンが徐々に移り変わる場所なんですが、それをね単純化してみる、一気にこう何て言うんでしょうね、昔の新聞の写真みたいな白か黒かっていうね中間のグレートーンはちょっと抜きにして白黒の2つの値に値にしてしまうっていうこういう見方ですね。ハイライトはちょっと置いといて、こっちの靴も側面を少し黒く塗っておきます。どうでしょう、靴をしっかり描いたことによって一番手前強調されたんではないでしょうか。で椅子の足の位置、ちょうどこのかかとのあたりで見えないですけど向こうの椅子の足がこの辺に来ている、こんな感じでスカートは結構ゆったり垂れていて、それよりも後ろの方にこの足があるので、白い椅子なんですけれども足にも少し調子をつけておきます。あと床に映る影もねちょっと書き入れておくと前後感出すのに役に立ってくれます。こんな感じですね。左後ろに向けて影がスーッと伸びている感じで、あくまでもこういう風にねラフに描いていく方が失敗を怖がらなくて済むと思います。ちょっとはみ出たらどうしようとか形間違ったらどうしようとか結構描くときこわごわ描く人いるんですけれども、どんどん間違ってというか失敗してというかね線いっぱい引きながらその中でいい線が生きた線が1本でも引ければラッキーかなくらいのつもりで線をねどんどん重ねていきましょう。その方がねなんか勢いじゃなくてリアリティですね。作者がやっぱりその見て感じ取ったなんからしさみたいなものが絵から伝わってくるようになると思います。というわけで描きながらこう何て言うんでしょうね、こう気持ちを揺さぶるというかちょっと抑えますね。ただ単に形をなぞるんではなくて感じ取ったものを定着させていくというまず感じ取れないことには絵にならないので、自分の中のそのセンサーというか感じ取る部分を解放していきましょう。ここ面白いのはねちょっとね腰を左にこうずらして椅子に腰掛けてるせいでここら辺に結構重心が重さがこうかかってる感じがするんですよね。つま先から膝、そして乗っかってる手の後ろのここですね。ちょうどウエストの部分この手によって隠れているから見えないんですけれども、この後ろのここですね、ここに力がこうかかっているというか溜まっているというか、ここに向けて、手前からの動きとこう上半身の肩の重さがこう左下に向かっていく、ここがポイントになる。で今回のポーズがまたちょうどいいのはちょうどここに手があるんですね。この手の親指だったり人差し指だったりここに集中して形と重さと動きが集まってくるっていうね、非常にこう描いてて面白いポイントに要所に形が集まってるので絵にしやすいかなと思います。ここですね、ここの部分ここに形が集まっていく。
で今回はそうですね、せっかくなんでこのねバックもちょっとだけ描き入れましょう。見えますかね、照明当ててるせいで影ができてるんですけど、このなんかムンクの叫びの後ろにある影みたいなね不思議な形、これも一緒に描いていってみましょう。例えばこんな感じですね。左奥へ向かってちょっと、形を区切ってみました。そして2つくらいなんかちょっと実というかね、実体を伴わない暗い影となんか少し薄い影となんか2種類がちょっとこう何かを暗示するようなね形を保っているというか。で絵作りって結構その物の形を写し取りながらそれに付随して出てきたこういうシルエットだったり形だったりを何かしらこう消化していくっていうか、出てきた素材、要素を何か作者っていうフィルターを通してね手を加えてで絵にしていく作業だと思うんですよね。だからただ写し取るんではなくて作っていく、描きながら見つけた要素を残すのか生かすのかもしくは使わないのかを作者が選んである。例えば今回こんな風にここに少しなんか謎の形を持ってきてみました。で場合によっては暗すぎたら調子をちょっと落とします。これが壁に映ってる形なんですけれども、例えばこんな風に何かしら何かの形として入れてみます。どうでしょう。これだけでも結構なんか絵になってきたという感じしませんでしょうか。はい、そして手前、常に気にしてほしいのは手前の膝、そしてこのかかと、この自分に一番近いここを見ながら、ここを感じ取りながら後ろを描いていくことです。というわけで、例えばこのだいぶ後ろにある距離にしたら40センチ、50センチくらい後ろですかね。後ろにある腕とか肘とか、こういうのはあんまりねここでやってたような筆圧、描く時の、この強さですね、筆圧の強さと同等な強さには描かないです。こっちは強く前に一番基準になる位置なんではっきり強くこうやって書いていましたけど、これだけの力はなるべく入れない、弱く、中間なので弱く鈍くで、場合によってはコントラスト少し弱めて、こんな感じ、はい、でその後後ろの、手の後ろですね、胸肩、この辺もちょっと弱めに筆圧も弱めに、ぼやぼやぼやーっというわけで、結構皆さんね顔を描きたがるっていうか、顔だけはね何があっても描くんですよね。だけどそれをちょっと我慢して顔はね描きすぎないというか、顔以前に手前にある膝だったり手だったり足だったり、それが決まると顔はねそこまでね描写しなくても絵になってくれる。もちろん肖像画みたいにね顔が主役なんていう絵の場合はこんな足なんかどうでもいいんですけれども、そうではなくてまあ早いな。